皆さんこんにちは、わたたびです。現在徳島県に来ています。今回は日本三大秘境の祖谷にある温泉宿に宿泊します。場所は徳島県の三好市にあります。祖谷渓谷に佇む宿で、絶景の中静かな時間を過ごすことができます。今回も周辺の観光スポットや穴場の絶景に立ち寄りながら向かいます。日本三大秘境と呼ばれていますが、近くまでは電車が通っていて、バスを利用すれば公共交通機関でアクセス可能な観光スポットです。なんといっても祖谷エリアは絶景スポットがたくさんあります。しかし絶景スポットを回るのには車でしか行くことができません。12km 道なりです。この先にね、小ボケ展望台っていうところがね、あるみたいなんで行ってみます。小ボケまで7キロ、高知までは72キロ。近いな。近いんかこれは。はい、だんだんと、山の奥になってきました。およそ600メートル先、右手前方向です。ちょっと U ターンしようか。ダメだ。ここで U ターンできるようになってる。左方向です。はい。これね。うわ、駆け上がるね、こっから。いい天気。眩しい。これ。目的地は右側です。はお疲れ様でした。駐車場もあるじゃん。家もあるし。車線が全然わからない。はい、到着しました。ここは小ボケ展望台ですね。すぐ上はね、集落がありますね。駐車場は車が7台止めれます。で、こっちがね、バイク専用の駐車場ですね。こちらに簡易トイレがあります。展望台はこちらですね。ここになんか脚立が置いてるんですけど、スマホが置けるようになってますね。ここで記念撮影もすることができます。すごい。わ。いや、めちゃくちゃ綺麗です。穴場スポットかもしれません。なんかあそこにベンチがありますね。ちょっと行ってみます。なんかそこから降りれるみたいです。ここですね。ここから降りるみたいです。この展望台の下にベンチがありますね。
ここです。うおー、すごい。いや、これベンチに座りながら絶景を楽しめます。電車の音が聞こえます。ああ、電車走ってます。見えますかね。日もね、昇ってきました。今日はね、めちゃくちゃいい天気です。このトイレの看板なんですけど、肩幅むっちゃいかつないですか。はい、じゃあ次行きます。めちゃくちゃ絶景で良かったです。お客さんもね、今1名来られました。1名で1組ね、お客さんも来られました。ここからね、大歩橋みたいですね。まだ閉まってるね。大歩橋観光遊覧船という場所に来たんですけど、ちょっと早く着きすぎたんでまだやってません。で、こちら渓谷なんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。もう子供の日なんで鯉のぼりがたくさんありますね。この船に乗るみたいですね。意外とね、流れがきついですね。でもずっとこんな感じの渓谷が続いてます。ちなみにこちらはですね、お土産屋さんとかご飯も食べれるみたいですね。ここに釣ってある鯉なんですけど、これどうやって設置したんですかね。遊覧船なんですけど、もう観光バスとかね、どんどん来て、やっぱりゴールデンウィークの始まりなんでやめました。左方向です。駅続いて左方向です。一回来たことあるけど、来たことある気がする。そうやろ。ここ9時からやけどもう空いてるね。左方向です。続いて目的地は左側です。目的地は左側です。お疲れ様でした。うわ、すごい。JR の大歩橋駅に到着しました。こちらのすぐ後ろはね、ポケマートっていうね、お店があるんで行きます。ほんで、ほんで上から見よったらカルガモが泳いだり、はい、ここはね、無人駅となってます。こちらでね、切符を買うみたいですね。ここに妖怪がいますね。駅はこんな感じですね。こちらが大歩橋駅です。大歩橋のあざみ峠がこの粉木じじいの発祥の地らしいですね。粉木じじいはですね、浪人の姿をしてて、夜道で赤ん坊のような産声が聞こえ、かわいそうに思って通行人が抱き上げると、体重が次第に重くなり、手放そうとしてもしがみついて離れず、ついには命を奪ってしまうとされている。残酷な妖怪なんですね。この周辺もね、日帰りの温泉施設が結構ありますね。こちらがね、ポケマートですね。こちらのね、名物のおけ揚げを食べに来たんですけど、9時から空いてるんですけど、食べれるのは11時からみたいですね。ちょっと残念です。で、こちらが2号店で、こちらが1号店になります。こっちはね、なんか果物とかね、食品とか売ってます。はい、ちょっと残念でしたね。ちょっと時間もね、めちゃくちゃ余ってるんで、ここから近くにね、滝があるみたいなんで、そちらの方に向かいます。3km 道なりです。はい。意外と街やね。普通に住宅街や。
口は左側です。はい。お疲れ様でした。すごい、これバス停？うんこんなとこ来るんや、バスが。うんはい、到着です。わ、すごい。わすごいね。ーうん前スルーしてたわ、ここ通ったけど。うんはい、到着しました。ここはですね、日の字渓谷っていう場所ですね。こちらです。すごいね。絶景。この間行ったね、三重県の熊野市にある木津呂集落みたいな感じですね。日本三大秘境だけあって、木津呂集落よりも迫力があります。現在地はここですね。で、ここまで行くとね、有名なトロッコに乗ってね、露天風呂に行くっていう、すごくね、人気の温泉で、もうちょっとこの辺に行けばね、小便小僧がありますね。この高さからね、小便をしてる子供の像があります。そこもね、後で行ってみます。わ、めちゃくちゃ絶景でした。すごいですね。あ、みんな止めてるね。すごいね。人がようさおる普段いないのにさ。まあ、ここ後で来ます。ここですね。よし。ここなん目です。的地は右側です。はい。お疲れ様でした。はい。OK。はい、大宮谷っていうんですかね、の渓谷に来ました。さすがにね、ここは誰もいないです。これがね、県道32号なんですけど、こっちですね。これ以降はね、もう車が通れないんですけど、この先に滝があるみたいです。はい、ではね、早速向かっていきます。歩いてね、すぐみたいなんで。一応道にはなってますね。もう歩いて1分であったんですけど、下でしたね。これどうやって降りるんですかね。どっか降り口があったのかもしれません。ここはね、すごい山の中なんですけど、自転車が2台ぐらい捨ててますね。あと缶コーヒーとか謎の台車とかね、わざわざここに捨てに来るんですかね。全然降りるとこがないですね。で、水がね、めちゃめちゃ綺麗です。滝は3段ぐらいの滝になってるんですかね。ちょっと草木で全貌が見えないんですけど、降りる場所がないんで、ここをね、もうなんとか降りていきます。かなり傾斜角度があるんで、だいぶ危ないです。結構危険なんで、おすすめしないですね、ここは。昔は観光地だったのかもしれないんですけど、すごいゴミが落ちてるんですね。ガスボンベとか、看板も落ちてますし、なんか生活があったような跡ですね。こんな感じでめちゃくちゃゴミが落ちてます。鍋が落ちてたり、これはフライパンですよね。フライパンがあったり、あんなとこにポットも挟まってるんでね、本当にここで誰か住んでたんかっていうぐらいの家庭ゴミがあります。なんとかね、沢の方まで降りてきました。この沢をたどれば多分ね、たどり着くはずです。うわ、すごいですね。10メートル以上ある岩壁になってます。よいしょ。ありました。滝です。
わ、こちらですね。すごい、四国なんで透明度がすごいですね。戻ってきました。人もいなくてね、本当すごくいいとこだったんですけど、この行くまでがね大変ですね。降りてしまえば簡単に滝の方まで行けるんですけど、下に降りるのがちょっと大変ですね。足元もすごく滑るんで、もう行かれる方は自己責任でお願いします。よし。うわー、すごい。これ見んのにうそ。取ってくる？取らない。取らない？すごいね。あ、でもせっかくやから取るか。うん。すごいな。すごいとこでしょんべんしてる。こんなとこでしょんべんしたら開放感がすごいでしょうね。以前来た時はね、車すら通らなかったんですけど、すごい人がいますね。はい、行きます。これやね。いや美人、いや美人、渓谷の隠れ宿、いや美人。これやね。はい、到着です。はい、到着しました。渓谷の隠れ宿、いや美人ですね。ゴールデンウィークなんでね、かなり、車通りは多いです。桂橋からもね、めちゃくちゃ近い場所ですね。渓谷の隠れ宿って言ってるぐらいなんで、この下はね、渓谷になってます。よいしょ。おー、すごい。本数は少ないですけどね、バス停もあります。渓谷のね、この崖の上に立ってますね。なんかね、お客さん多いなと思ったらね、この隣がね、お蕎麦屋さんになってますね。元祖いやそばが食べれるみたいです。はい、ではね、早速チェックインします。ドアが開きます。はい、こちらはね、3階建ての温泉旅館で、3階がね、フロントになります。で、2階が客室ですね。1階はちょっと何か分かりませんけど、館内の案内図になるんですけど、もう非常にシンプルな館内となっています。で、今回泊まるお部屋がこちら出会い橋というね、一番角のお部屋になります。なんでこっちはもう客室のみとなってます。こちらがロビーですね。で、ロビーのこちらには
トイレがありますね。男女のトイレがあって、自販機があります。お酒も売ってますね。で、この真正面が喫煙室になります。ロビーの奥がですね、お食事処になってます。エイラの間とゆるりの間ですね。で、さらにその奥に進むと展望台があるんで、ちょっと行ってみます。おー、わ、すごい。なんか水が流れてますね。展望台はこんな感じですね。おー、すごい。めちゃくちゃ絶景です。結構怖いですね。100メートル以上はありますね。もっとありそうな感じです。あらららら。タヌキがやっちゃってますね。さっき見たね、小便小僧をイメージしているみたいですね。今回泊まるお部屋がこちらの出会い橋ですね。でもすぐこちらです。こちらのお部屋になります。ちなみに鍵はね、おでんみたいな可愛い鍵してます。回して押すタイプですね。はい。玄関はこんな感じですね。こちらが部屋になります。で、こちらが布団ですね。で、こっちが、洗面所になります。洗面所はこんな感じでタオルとアメニティが用意してくれてます。あとドライヤーもありますね。で、こちらはトイレになります。で、部屋の方を見てみます。お部屋はこんな感じです。10畳のお部屋となってます。で、もうすごいのがね、もう見てわかる通りね、半露天風呂がついてます。その代わりね、この旅館には大浴場がありません。なんで各部屋にお風呂がついてます。個人的にはね、昨日お風呂にしたかったんですけど、急遽ね、予約して取ったんで、もうこのお部屋しかなかったんで、こちらの冬季のお風呂になります。寝るだけならね、十分な広さです。はい、こちらはお茶ですね。お茶とすだち茶ってありますね。飲んだことないんで、これ後で飲んでみます。で、こちらがコンセントになるんですけど、なんかこれめちゃくちゃ面白い形してます。コンセントがね、いっぱいあって、この周りにね、USB が5個ぐらいさせるようになってます。すごいですね。こんなん初めて見ました。こちらがね、お月菓子です。こちらが置いてありました。Wi-Fi のパスワードと、こちらお土産1割引券ですね。現金支払いに限り1割引きみたいです。で、こちら金庫と、その横には旅とボディタオルですね。あと、こちらの普通のタオルとバスタオル、そして浴衣が用意してくれてます。はい、早速ね、お風呂見てみます。今網戸にしてるんでめちゃくちゃ涼しい風が入ってきます。こちらにシャワーと桶やシャンプーがあります。こちらの使い方も教えてもらったんですけど、ここの音符マークのボタンを押してこちらをひねると温泉が出るそうです。で、これをひねる。出ました。右に回せば回すほど熱い温泉が出てくるんで、熱さはね、自分で調節します。20分経つと自動的に止まるようになってます。お風呂からの眺めなんですけど、こんな感じですね。もうすぐそこ渓谷ですね。行くことはできないんですけど、なんか日本庭園をイメージしたスペースとなってます。で、布団の方なんですけど、食事中に、準備してくれるみたいです。それじゃ入ります。
い。最高です。いやお風呂入りながらも渓谷が見ることができます。これはめちゃくちゃ贅沢です。泉質はですね、無色透明でほのかに硫黄の香りがするっていう感じですね。単純硫黄冷光泉ですね。循環ろ過は、していませんと。かけ流しだそうですね。で、入浴剤は使用していません。で、消毒もしていません。ボタンを押して温泉が出るってなんか九州の温泉みたいですね。網戸になってるんで涼しい風が来て気持ちがいいです。めちゃくちゃ視線を感じると思ったらね、ガラス張りなんで妻がめっちゃこっち見てます。今日はこの温泉に好きな時間に好きなだけ入れます。もうめちゃくちゃ贅沢です。温泉入ってきました。めちゃくちゃ良かったです。で、涼しい風も入ってきて、ほのかにね、硫黄も香ってきて、すごくね、満足度の高いお部屋と温泉です。周りには何もなくて、部屋から出ることがないんですけど、温泉があったり、景色が楽しめるんで、旅館を楽しむことができます。宿泊料金がですね、前日が4万5千ぐらいだったんですけど、昨日だったらね、値段が下がってて、1泊2食付きで4万1000円でした。で、このお部屋は2名から6名まで、利用可能です。では、夕食に向かいます。足元気をつけてね、かけてくださいませ。はい、ありがとうございます。うわ、すごい。はい、こんな感じでね、いろりになってます。で、もうすぐそこはね、景色が見れます。足元、掘りごたつになってます。左の上司になります。はい。で、お魚の方もね、両面ちょっと5分ほどはこう炙っていただいて、はい。はい、召し上がってくださいませ。はい。まずはね、食前酒の梅酒いただきます。おお。この料理がむちゃくちゃ可愛いですね。ピント合ってないかもしれないですけど、うさぎが乗ってます。いただきます。まずはめぐの作りからいただきます。いただきます。骨なくない？骨分からへんかっ全然わからんよね。すごい油やね。川魚やけど。これね、身が反り返ってるんで、多分料理出す前に、締めて、今ね、死後硬直でこの身が反り返ってるんだと思います。アマゴのね、この斑点が残ってるんで、皮引くのもめちゃくちゃ上手ですね。美味しい刺身を食べながら、こっちはもう大自然です。可愛すぎて食べるのがもったいないですね。これ可愛いやん。これこれ上手に作ってな。これ何よ、何で作ってんのやろ。すごいよね。可愛いなこれあつ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 鍵あるじゃないですか。これおでんだと思ってたらこれのことやったみたいですこちらがね、郷土料理のそば米雑炊。中にこんな感じで米ではないんですね。これがそば米らしいです。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。米とは全然違いますね。食感とか味とかは。だしが美味しい。これ何気なくね、ここ見たらね、たぬきの小便がちょろちょろとよいしょ。鮎の塩焼きですよ。わかりますかね。
めちゃくちゃでかいんですよ。熱っ。うわ、うまい。ホクホクや。忘れてました。あ、焦げちゃってる。ちょっとだけ焦げちゃいました。でもこれぐらいが美味しそうです。ボタン鍋か。獅子鍋です。獅子鍋。ああ、これなんですかこれ。こんにゃく。こんにゃく芋から作っておりまして、自家製品でございます。そうなん猫ですね。回しも同じく。ああ、はいはいはい。お鍋にはこのようになりますね。あ、なるほど。細く刻んでおります。はいはい。はい、お願いします。失礼しますね。結構梅酒きますね。うわはい、こちらね、郷土料理のデコ回しいただきます。美味しいな。ちょっとね、甘手の味噌で、これちょっと焦がした方が美味しいかも。香ばしくて美味しい。これ豆腐ですね。あ、合うね。美味しい。この味噌。失礼いたします。はい、ありがとうございます。芋と大葉をね、揚げた天ぷらだそうです。どんな味なんや。もうすぐ口の中で溶けちゃう。美味しい。こちらがこごみですね。うまっ。別に苦味とかもないな。美味しい。ちょっと触りますよ。はい。では味噌味でビールでございます。味噌味。美味しそうやね。あ、もういけてんじゃないの。動くなこれ。すごい動くね。これ結構揺れますね。はい、ご飯と漬物の登場です。山クラゲの紅梅あえみたいですね。これね、桜の花びらにもうほんとちっちゃいんですよ。僕の小指でこんなんなんですけど、むちゃくちゃ細かい仕事してます。これはすごいですね。漬物のね、上に乗ってるこれどうやって作ってんのやろ。なんか型取るやつあるんかな。すごいよね。いい感じに暗くなってきました。お料理ね持ってきてくれる方がめちゃくちゃ親切でめちゃくちゃいい人です。干し椎茸苦手なんですけど、この生やったら食べれるんですよ。またこの味噌も優しいんよ。この豆腐めちゃめちゃしっかりしてます。ここ冬に来るのもいいかも。冬はいいと思う。冬いいよな絶対。あったかい料理とさ、で部屋に風呂もあってさ、湯冷めしてもまたすぐ入れるしさ。寒い中で入るお風呂な、いいよね。絶対いいよな。絶対この辺雪積もるやろ。どうなの？いや絶対積もるよ。ざるそばが来ました。結構お腹いっぱいですけどね。ここの旅館も量多いな。ご飯のな。あ、うまい。なんかね、お蕎麦美味しいな思っとったら、隣がね、お蕎麦屋さんでしたね。こちらデザートですね。ババロアとリンゴのコンポートです。はい、ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったですし、もうボリュームもめちゃくちゃあります。苦手なものも嫌な味付けとかも本当になかったです。本当にね、忖度なしで美味しかったです。何よりも中井さんの対応がめちゃくちゃ良かったです。本当にね、もう人柄もねすごく良くてね、やっぱりね、料理が良かったって、温泉が良かったって、スタッフの方がね対応悪かったらね、全部台無しになっちゃうんですけど、本当にね、ここはね、中井さんが素晴らしかったです。よし、お、布団敷いてくれてる。あ、カーテンも閉めてくれてますね。カーテン閉めるとなんかまた別の部屋にみたいな感じ。この外気温がいいですね。渓流のね流れる音がまたいいです。もう一回入りましょうか。やっぱ夜は冷えますね。
ちょっとね温度を上げただけでもうすぐにね湯船があったかくなります。好きな時間にお風呂に入れるのがもう一番いいですね。あ、すごいですね。星が見えます。あ、このカメラでも映ってんじゃないですかこれ。よいしょ。どうですかこれ、映ってますかね。これが限界ですね。おはようございます。いつの間にか寝てました。今から朝風呂に入ります。やっぱり最高ですね。よいしょ。いや、今日もめちゃくちゃいい天気ですね。タヌキの小便は今日は流れてないです。いただきます。あ、美味しい。あ、なんか違うね、出汁が。なんやろな。あゆか。あ、何の味噌なんやろ。めっちゃ美味しいやん。美味しい。うん。昨日と今日と食べた料理でこれが一番好き。え、そうなの？うん。美味しい。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。いや、本当にいい温泉でした。この部屋にね、露天風呂があるのが本当に良かったです。皆さんもね、ぜひよかったら泊まってみてください。めちゃくちゃおすすめです。よいしょ。ドアが開きます。はい、はい、すいません。ありがとうございます。はい、今ね、チェックアウトしようとしたらね、こちらの蕎麦屋さんの方でね、コーヒー一杯いただけるみたいなんで、行ってきます。あ、ここがテラスか。あ、おった。こいつか。こいつや。はい。こいつが正体ですね。ちょっとね、大事な部分がすごい苔むしてますけど、大丈夫でしょうか。日本三大秘境、祖谷渓谷。紅茶とね、コーヒーが選べるみたいで、アイスかホットも選べます。よいしょ。よし。左方向です。ありがとうございます。す800ごい。メートル道なりです。いや、向こうでさ、
手振ってくれた。そうなん見てなかった私。びっくりした。なんかパーって右左さ道路確認したらさ、ずっと出ていくのを待っててくれてて気づかんかった。もう気づかんかった。ほんですんごい手振ってくれてた。撮ったらよかったなそのシーン。いやほんまに対応が神やわ。神。神がかってる。神がかってる。ここの旅館の対応最高やわ。よかった。んまた行きたい。また行きたいよねこれ。